究極収入が低いうんとか、幸福度みたいなものがもしかしたら低い人うんは仕事に対してお金だけを求めてるな。自分の信念ははい。自分の知の極みであると。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日も人生において大切なものシリーズということでお送りしてきましたけども、今回のテーマが仕事とはということで、仕事ってお金のためにだけにやるなみたいなこと僕自身も言われたことがあって、でもそもそも仕事ってお金を稼ぐためにやるものじゃないですか。その辺モン社長のちょっと見解を今日お伺いしたいなと思ってるんですけど、はい。仕事とはどういったものでしょうか？そもそも仕事とは何かっていう話で、自分の人生において仕事とは何かっていうことと、仕事で得られるもの、お金、もちろんそれも一つあるんですけど、それ以外にも何があるかと、こんなようなことを話せればと思いますと。僕としてはですね、仕事っていうものはただお金を稼ぐ手段ではなく、自己成長や貢献、感動や仲間を得ることができる機会であって、自分の人生を豊かに生きるためのツールだと思ってるんですね。この先のどう変化するかはまたありますけど、現状やっぱり資本主義がある社会において、仕事っていうのはやっぱりやらなきゃいけないことの一つでもあると。逆に言うと人生において仕事をする時間ってめちゃめちゃ長いじゃないですか。だからやっぱりその仕事というものを自分の人生を豊かに生きるためのツール、道具ですよね、ぐらいに思ってやった方がいいと。長い時間仕事に費やすんですから、仕事に対しての向き合い方、これでやっぱ人生は良くも悪くも変わりますよねと。だからこそ仕事は一生懸命にやるんだと。仕事を通じて人生において大事なことを学び、自分自身を良い方向に変え、自分の人生をより良いものにすると。そういう風な捉え方をして、どんどん仕事を自分の人生、自分の成長とかにですね、生かす。こういうまず前提が最も大事かなと思ってます。僕、14歳で社会に出ましたと。もちろん最初は単純に自分でお金を稼ぎたいという目的のために働くという選択をしただけで、今言っているようなことを考えられていたわけではないんですけど、ある意味働くということに対してお金を稼ぐこと以外の理解も当時はありませんでしたし、変な色眼鏡もありませんと。なるほど。引っ越しという仕事が良かったのかもしれないんですけど、働いてみて純粋に思ったことは、楽しい、もっと早く働けばよかったということを純粋に思ったんですよね。なので注意としては、現代って仕事の価値観がやっぱいろんな情報が来るので、めちゃめちゃ変な色眼鏡、フィルターをかけて仕事ってこういうもんだとか、仕事はこうあるべきだとかって、よくわかんないことがごちゃごちゃになっちゃってる気がするんですよね。確かに。そういうものはちょっと惑わされない方がいいなと思うんですよ。繰り返しますけど、自分の人生において、仕事する時間も長いし、一定お金も必要だから仕事するし、だとしたら変に逃げずにですね、変にかわさないでですね、仕事という機会を正面から捉えて責任を持って行うことで信頼とか感謝を得ます。このプロセスを続ける中で仲間が増えたり、社内でも社外でもそうですね、しっかりお金も得て、お金の価値を知って、で自分にとってそれで有意義な時間が増えて、みたいな感じをぐるぐる回していくわけですよね。でそうやってできること増えていって、それらは全てのプロセスを通じて成長できる。で、イコール成長したってことは幸せという目的に対して近づくことができると思ってるんですよね。ただ、やっぱお金を得るために仕事をするんじゃないよと。仕事はとにかく自分の人生を豊かに生きるためのツールだと捉えて、仕事を通じて物心ともに豊かに幸せに生きていける人を増やすことということが、やるべきことというか、あり得ることだと思うんですよね。この考えに至った背景とかプロセスをちょっとお話しすると、仕事を始めて何も色眼鏡なかったわけですけど、とある時にやっぱり気づいたんですよね。究極収入が低い
とか幸福度みたいなものがもしかしたら低い人は仕事に対してお金だけを求めてるなと、そういう人が多いなと思ったんですよね。そういう人は傾向的にですけど、愚痴とか不満とかなんか結構そういう人が多かったなと思うんですよ。なるほど。ずっと働いて起業もして起業家の友達とか経営者の友人とかそこで働く人とか、自社のね、従業員とかも、いろんな人を見てきた中で、中には本当に仕事に対して、すんごい前向きに言うならばキラキラ輝いて、仕事をしてる人っているんですよ。この違い何なのかなと、自分なりに考えたんですね。結論がやっぱり、お金のためだけに仕事してない人たちがキラキラしていると。っていう結論になりましたと。仕事って、例えば自分自身の成長であったり、組織や人に対しての貢献であったり、世の中もそうですよね。出会い、社内でもそれこそ本当に有名な人と出会うとか、かけがえのない仲間が会社にで出会えたとかもありますし、社外であってもいろんな仕事の頑張っておかげで出会えた人とか、付き合うようになった友達とか、いっぱいそういうのあるわけですよ。あとやっぱり感動っていう機会もありますよね。嬉しいも楽しいもそうですし、達成感もそうですし、悲しいことも辛いことも含めて感情が動くですから感動ですよね。例えば学習も学生の時はいっぱいね、反強制的に勉強ですけど、社会に出てから仕事を通じて学べることっていうのも本当に死ぬほどあって、それは学校の勉強とは比べ物にならないぐらい幅が広くて種類もあって、やっぱ学習できるわけですよ。結果も出せば当然金銭も得れますと。今話したように仕事で得れるものって本当にたくさんあるんですよね。仕事のどこに光を当てるか、仕事を通じて得られるものがやっぱ一つ一つ見えてくるんですよね。これはお金だけのためだって思ってしまうと、やっぱお金、仕事イコールお金しか見えなくなってしまうので、本来得られたものも得られないっていうことが起きてしまうと。じゃあ仕事の報酬の種類でいくと、もう一回改めてまとめると、当然金銭がありますよね。金銭報酬。あとは人脈とか、自分の信頼とか、感謝とか、昇進だ、昇格だ、名誉だとか、成果物とか、学習とか、いろんな報酬がありますと。僕が思うのは、仕事の最大の報酬は機会だと思ってるんですね。要は、一生懸命全力で責任を果たす。任された責任を果たすことで成果が出ますと。そうすると先ほど言ったような報酬が得られますと。最初は少ないところから始まるわけですけど、それをもらうんですけど、実は一番大きなものは次の機会なの。その機会をまた全力で責任を果たしていくと。また成果出ますと。また前よりちょっと大きな、例えば金銭だったりとか、学習だったりとか、そういうものが報酬として出てきて、で、さらにまた次の機会が来るわけですよ。これが成長のルートであると思ってるんですね。それらをぐるぐる回していって得ていく中で、仕事を通じてやっぱり人生において大切なことを結果、それも含めて得てるんですよね。僕が大事にしてるポジティブな思考だとか、例えば何に幸せを感じるかとか、価値観を磨かれるかとか、そういったことも得られてきますし、お金をただ稼ぐだけじゃなくて、お金の意味、意義、価値、お金の価値ですかね。お金の価値を知ることもできるんですよね。あとやっぱ人間関係ですよね。仕事を通じていろいろ学んでいくことによって、それこそ家族とか友人とか仲間との関係性っていうのもよくなれることできますよ。こういうことはやっぱ仕事でももちろん生きるし、仕事だけじゃなくてプライベートにも生きるんですよね。これらがやっぱり豊かに生きることにつながるんだと思ってますね。なるほど。やっぱり人間っていうのは幸せに生きるという目的を考えたときに、長い人生の中で常に学び続けなきゃいけないと思ってるんですよね。知らずのうちに常に学び続けてるものじゃないですか。だから教育っていうのは、ある意味学校教育で終わりじゃないんですよ。学校は学校である意味基礎学力とか、僕なりに言うと継続力とか、コミュニケーション力とか、こういうことを学んできますと。社会に出て、仕事であったり、職場、会社であったりっていうのは、学校で得た学びとかをアップデートしていく場所だと。
自分が幸せになるんだという目的を果たすために必要なことを学んでいくわけですね。はい。自分の人生を考えたときに、人として幸せになるために、豊かに生きるために、まだ学ぶんですよ。はい。だからさ、学ぶために仕事があると思った方がいい。ああ、なるほど。そういった意味ではやっぱり自分のテーマとしてもそうなんですけど、はい。信念と視座と言っていて、自分の信念を探求し磨き続けることと、自分の視座を上げ続ける。こういう基礎が大事だと思っていて、仕事を通じて磨いてあげていくという感じですよね。信念っていろいろ意味もあるんですけど、はい、僕がしっくりきた意味が、自分の信念は、はい、自分の知の極みであると。要は自分がいろいろ経験をして知識を得ていろんなことを学んでいく中で、自分のその価値観の極み、はい、いろいろ考えて経験して自分の中に生まれたものが自分の価値観であり信念であると。だからやっぱ信念っていうのは自分の本当究極の極みなんですよね。知の極み。でもその知の極みをやっぱり小さいまま置いとくんじゃなくて、はい、やっぱちゃんと磨き続けて確固たるものにしていくわけですよ。自分の知の極みであって確固たるものになっていくから、自分の言葉とかに魂が宿っていくわけですよね。視座っていうのは、視座が上がれば視界が広がるんですよね。はい、視座が低い人ってどういう人？例えると、明日のことしか考えられない人だったり。なるほど。視座が上がったら、目の前のことも大事だけど、1年先、3年先、5年先、10年先、なんなら20年先、30年先と、こういうふうに視界が広がっていくんですよ。はい、でそうすると、やっぱいろいろ考えられることとか、増えますよね。結局視座が上がれば幸せが広がりますよと。はい、視座が低い人は利己的なんですよ。自分が今日生きるために何をするか。確かに。でも視座が上がっていく人は利他的になっていくわけですよ。なるほど。自分だけではなく他人も、このチームも、この会社も、このコミュニティも、この地域が、この日本が、この世界がっていう感じで、見れるところが広くなっていくので、利他的になりますよね。必然的に。確かに。マズローの欲求階層説とかあるんですけど、いわゆるだから人間って最初はやっぱり生理的欲求から始まるんですよね。食欲、性欲、睡眠欲とか、向上性維持とか。これが満たされると安全の欲求だと。この状態を維持したい。自身の安全、そして身近な家族の安全、雇用の安定とか、健康とかですね。これが満たされてくると、社会的欲求で家族ともっと時間使いたいとか、それも満たされると、いわゆる承認欲求ですよね。自尊心とか自信のためにとか、他人からの尊敬、評価、認められたいとかですね。これも満たされると、要は自己実現欲求、モラルとかですね、創造性とか自発性とか、受け入れられる大人になっていく。自己超越欲求とかもありますけど、基本的にちょっと置いといても、5つぐらいの欲求を、要は登っていくわけですよ。これが、いわゆる大人になるとか、器が大きくなるとか、そういうことをある意味示している図とか内容だと思うんですよね。もしかしたら人間性のレベルかもしれませんし、こういうものを上げていくことによって、とにかくいろんなことが見えてくる、知る、考えられるようになってくると、自分が生きている意味はこれだからこれ頑張ろうとか、自分がいることによって世の中の誰かが幸せになるんだったらそれでいいやとか、いわゆる大人になっていく、器が大きくなる、人間性が向上していくみたいなこのプロセスがやっぱ人生を通じてあると思うんで、そうやってなるために仕事を使っていくってことですよね。なるほど。わかりやすい。承認欲求は結構高いんですね。今の日本から考えると、生理的欲求ってもうほぼ満たされてますよね。生活保護とかも含めて。確かに。安全の欲求も大体満たされてるんですよ。だから社会的欲求が強いと思いますね。ただこれ、ポイントは、上がったら上がりっぱなしじゃないんですよ。下がることがありますよね。だから上がるのは難しいんですけど、下がるのはポンポン下がりますよ。なぜならば4番までは欠乏欲求だから、ないもの欲しさなんで。なるほど。これとの図で言うと、1番、2番、生理的欲求、安全の欲求は、そもそも物質的欲求で、欠乏欲求なんですよ。これが満たされてくる。要は、物がないことを満たされてくると、
次は精神的にないものを欲しがるんです。精神的にないものを満たされていくと、そこからやっぱ本質的な成長欲求、要は欠乏じゃなくて、得たい、ないから欲しいじゃなくて、単純に成長して、精神的にその成長の欲求が入ってくると、人間性が高いとか、やっぱ言われているかなと思うんですけど。すごいわかりやすいですね。6番の自己超越欲求っていうのがあれですか？この国を変えていきたいとか、社会を変えていきたいって。僕の解釈だと、要は自分が何かをすることで世の中を良くしたい。自己超越欲求は自分のことどうでもいいよと。とにかく世界が良くなってほしいんだと。自分が何かを実現すればこの世の中のためになるをさらに超えて、別に自分じゃなくても何でもいい、どうでもいいよと。とにかくそう世の中を良くしたいとか、自分がやらなくてもいいから良くなればいいやと。そのために何ができるかと。そんな感じだと思うんですよね。なるほど。人生において仕事とは何かってことですけど、とにかく仕事はお金を稼ぐだけのものではありませんと。人生を豊かに生きるためのツールであると。仕事に対する向き合い方で人生は大きく変わります。仕事を通じて成長、貢献、感動、仲間、お金など、様々な価値を得ることができます。そのためにやっぱり仕事に対する色眼鏡を外し、純粋に向き合いましょうと。仕事で得られるものは本当に多いですよと。仕事の最大の報酬は次の機会であると。新たな機会が生まれて、それを全うすることで成長のループが回りますと。仕事を通じて視座を上げ、人間性磨いていきましょうと。そうやって仕事を通じて成長し、より良い人生を築くんですと。仕事とは自己成長と人生の豊かさを築く手段であると。お金だけを目的にせず、仕事を通じて成長し、貢献し、仲間を得て学ぶことが重要。視座を上げることで、より充実した人生を送ることができますということです。はい。ありがとうございました。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになります。この動画が気に入ったら、ぜひいいねやコメントをお願いいたします。